はいどうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回もですね、Life is Strange やっていきたいと思います。動画に関しては、4回目ということになりますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう。前回の Life is Strange ではどいつもこいつも人をコケにしやがって。二度と近づかんじゃねえぞ。そういうことか。命の恩人じゃん。動画のあなた大胆だったもうほっといてよ。ああ久しぶりだね。元気にしてたかいマックス。おばさん、ウィリアムおじさんの件だけど私も寂しいよ。思い出があれば十分なんだよ。力のこと教えてくれ。よう、ワルド組の最中か。いいが関係ねえことに。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。切り刻まれてえか。お願い離れて。おいおいやめとけよ。お願い助けてマックス。私には味方なんていない。マックス何しに来たのよ。今日の一件は実に遺憾だが、マックス、まずは君からなぜ屋上へ行ったのか説明してくれないかね。何なのこれ。マックス、今日は日食の日じゃない。分かってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。はい、というわけで前回、まさかケイトがですね、飛び降り自殺をして、でマックスですね、ちょっと救えなかったというですね、さてこの後どういう展開が待っているのでしょうか。でこのエピソードがですね、おそらく物語の中盤あたりになってくると思われます。主人公のマックスとクロエ、この2人が今後どういった物語展開をなしていくのでしょうか。Life is Strange エピソード3カオスリオン。では早速行っていきたいと思います。ウサギということはケイトの家だ。これどうすんのこれ。誰が世話、あ、マックスが世話することになったんだ。いやそうなるわな。もうあんなショッキングな出来事を体験して以来ですね。もうクロエから相変わらずせっかちだなクロエ。言ってあげるか。今何時？ケイトのことを考えずにはいられない。まるで冷めない悪夢のよう。ノートパソコン。早速マスコミは悲劇を大々的に取り上げている。これでケイトの両親は娘の死から逃げられない。みんな手のひらを返してケイトが大好き、いじめておいてよくやるよ偽善者。私のせいで大ごとになってしまった。ジェファソン先生に悪いことしたな。ページを削除するかみんなをブロックするか、最近は隠れる場所がないね。そしてケイトのウサギ。お腹空いてるの？ほらご飯だよ。大丈夫、心配しないで。これからは私がお母さんだよ。引き継がれていますね。引き出し。ケイト、あそこまであなたを追い詰めたやつには絶対責任を取ってもらうから。うわ、ああ、さすがに真っ暗。闇を照らしたまえ。懐中電灯持ってるんかい。うわ、
これケイトの家だよね。もう一度時間を巻き戻してあなたを救えるなら、この力を失ってもいい。絶対に真実を突き止めて犯人に。キャンドル。ケイト、その穏やかな心に祝福がありますように。前回のゲームをやった後にですね、ちょっと攻略サイトを見ると、ケイトをですね生存させることができるルートがあるということ。ちょっといい？えあ、デーナ。ねえデーナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。みんなの責任だね。今回のことはみんなの責任だと思う。マックスは違うよ。マックスだけは。デーナは十分ケイトに優しかったよ。他のみんなもそうだったらよかったのに。ビクトリアとボルテックスクラブのせいだよ。デーナ、これはビクトリアとボルテックスクラブだけの問題じゃない。何が言いたいの、マックス？ジェファソンが校長に絞られたみたいだけど、関係あるの？調べてる。今調べてるところ。でもこの学校が抱える闇を必ず明らかにしてみせるよ。怖がらせないでよ。さっきも一人こそこそ寮から抜け出してたし。え、誰のこと？ビクトリア。マックスもそのつもりでしょ？私は行かないよ。クタクタだし。デーナもしっかり寝てね。おやすみ。もう疲れちゃった。じゃあ行きましょう。ビクトリアはいない。彼女の部屋を調べてビクトリア手がかりをつかむチャンスかも。ジュリエット。ネバーフォーゲットケイト。メッセージや。見る。信じられない。恥知らずにも程がある。なんか気になるな。シャワー室気になるな。あ、いるじゃん。やっぱいたじゃん。テイラー、歯磨き中。マックス、ケイトを助けに屋上に行ったの見たよ。飛び降りたなんて信じられない。テイラーを慰める、テイラーを責める。ビクトリアが寮を抜け出した。ビクトリア、ビクトリアも動揺してるのかな。門限が過ぎてから寮を出たみたいだけど。嘘、見たの？寮を出るときすごくビクビクしてた。どこに行くのかも教えてくれなかったよ。行き先は地獄じゃない。もう寝なきゃ。今日は長い一日だったし。またね、マックス。あんたのことも心配だよ。ケイトを助けようとしたのあんただけだし。ビクトリアがあんたについて言ってたこと間違ってた。じゃあこれから不安で眠れない夜を過ごすから、おやすみ。あ、なんか変わってるぞ。変わってきたぞ。なんか人間関係がちょっと変わってきたぞ。ケイトの死によって。で、ビクトリアの部屋を探す。ビクトリアの部屋はどこだっけ？これビクトリアじゃなくてブルックか。なんか音聞こえた。ちなみにマックスは何で書いてんの？マックス。ケイトが翼を授かっていますように。入る。入っちゃっていいの？あ、そっか。いないのか。どうせここまで首を突っ込んだんだ。パーティーで実際にケイトの身に何があったのか。調べる。名付けて若者たちの宴。ケイト完全にハイだ。でも無理してる。楽しんでるようには見えない。調べる。セーターの染み落としにしては高いね。特に何もなし。がっかりしてもしょうがないね。でも絶対ビクトリアは何か隠してるはず。考えすぎかな。あ、懐中電灯じゃなくてスマホを使ったんだね。なるほどね。じゃあとりあえず出ましょうか。まあ門限だから、多分9時とかそれくらいだよね。これ何？クロエが校舎の前で待ってるはずだ。彼女が飛び降りたなんてまだ信じられない。
ミルズ校長、なんでいるの？見つかったらまずい。誰も私を追い出すことなどできん。今のところはな。いけなくない？あ、時間を戻せばいいのこれ。時間を戻す。よし。で、いないから行く。おや、鍵を持っていたはず。忍者に転職でもしようかな。よし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 。クロエを、おっ、びっくりしたやめねえや。まさかちびってないよね。クロエ、ふざけるのはやめて。ついさっき目の前で友達が屋上から飛び降りたんだよ。さすがにちょっと無神経だと思う。もし逆の立場だったらこういうことされたい？ごめんマックス、何も考えてなかった。ごめん。あまり愚痴りたくないけど、ケイトが飛び降りた光景は一生忘れられないと思う。私の力が使えなかったせいで役立たずだった。そりゃショックだろ。私にはどうやって慰めていいかわからない。だからバカをする。でもマックスの力があれば全部解決できるよ。謎は多いけどさ。ケイトを自殺まで追い詰めた犯人とかね。これ以上の犠牲者を出すわけにはいかない。それに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけ。そうそうそう、それが多分メインだよね。これはもうカオス理論でしょ。副題についてる。前にこれはカオス理論だって言ってたよね。そんなのとてもじゃないけど手に負えないよ。でもその力は操れるだろ。時間と空間が思いのままだ。すごいじゃん。なんか自分の決断に自信が持てなくなってきた。特にジェファソン先生を巻き込んでから。そんな風に自分を責めるもんじゃないよ。とりあえず手がかりを集めよう。ケイトについて、レイチェルについて、いや、まずケイトかな。まず第一にケイトとレイチェルの周囲には共通の人物がいたということ。クソ親父とネイさんとかな。それだけじゃない。それだけじゃないよ。だね。単にその二人が一番ムカつくだけだ。全ての鍵はレイチェルが握っている気がする。変かな、会ったこともないのに。そんなこと知るか。私はレイチェルを見つけたいだけ。考えると怖くなるんだ。もしかしたら。死んでる？生きてる？いやー、うまくやってる？案外ロスでうまくやってるかも。可能性としてはあるよね。私を置いていくはずない。絶対何かに巻き込まれたんだ。早くレイチェルを見つけよう。早く。大丈夫、絶対に見つけるよ。まずは手がかりを探そう。で、見せたいものって何？驚くなよ。ほら、学校の合鍵、クソ親父からくすねてきた。ほんと感心しちゃう。とはいえこれ以上問題を起こしてほしくはないけど。こんだけ問題だらけの町だ。今さらどうってことないだろ。やるっきゃないのさ。な。ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。クロエしかいないでしょ。いや、誰かに見つかって戻されそうだな、これな。ポートフォリオを手伝ってくれておっとありがとうございまクラスメートたちも君に続いてくれるといいんだがジェファソン先生、気が散っていてすまない。ビクトリア。今日はいろいろありすぎた。そうですね。何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。君もケイトの件で大変だろうに。ええ、人が死ぬところを見たのは初めてでした。かわいそうなケイティ。ケイティ、君たちそんなに仲が良かったのかい？意外だな。それより日常ヒーローコンテストは中止になるんですか？いや、ただ先生はサンフランシスコに行けない。僕はケイトの話を聞いただけなんだが、マックスはそう思わなかったようだ。どうせあの子は自撮りしかできませんよ。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。
それに僕はいけないと言っただろもともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰も悲劇だなんて思いませんよ。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょね。う。今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりに色々要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにしよう。話はこれでおしまいだ。君は生徒だろ。寮に戻りなさい。待って、私は冗談じゃないわ。ありえない。やばい、バレるってここにいビたら。クトリアは一体どこまで落ちる気なの？大変なことになってんな。本当に。相当入り組んできたね、人間関係。学校に入って何を探すの？まあ、ケイトの情報だろうな。まあ、あとはレイチェル。まあ、夜の格好でしょ？さすがだね、クロエ。任せな。かっこいい。こんなことして平気かな？お互い目をつけられてるんだし。私の部屋に葉っぱを持ち込んだりするからなんてね。ふざけないで。これって不法侵入だし、冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろ。何の問題もないって。真面目な話、そういう問題じゃない。刑務所行きかも。大丈夫。ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで早いとこ校長室を調べよう。どうせ捕まっても巻き戻せるんだしさ。でもケイトは。来いよ。残すドアはあと一つだ。じゃあ入りますよ、校長。ここだ。マジかよ。警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ。絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ。マジか。フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ。もう後には引けないし。持ってんのかよ、一応鍵も探しして。念のため。うん、わかった。違う。まあ順番に行こ違うね。外れ。こんな帽子をかぶるのは不審人物だけだよ。う。失礼だな。失礼すぎる。お？キー。鍵だ。でも校長室のはない。特に何もなし。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえりゃよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。ウォーレン、今いい？とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？違うよ。ただ興味があって。ありがとう。さすがだね。いや、いいよ、大丈夫。バックアップ要員ってことで。じゃあすぐにやり方を送って。うん。猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから。ありがとね。くそ、ふざけんなよ。ダメだよ。みんな起きちゃう。悪い。こっちはお手上げ。そっちは？ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外、私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ勝負ってことで。ジュースの缶、ダクトテープ、塩素酸ナトリウムを探せということね。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。トロフィーだけじゃ学校の信用は戻らない。自販機使う？いでよ、缶。あ、そういうことね。
普段飲まないけど。オッケー、缶ゲット。必要なものはあと3つ。入れる？あ、入れる。あー、ありそう。ホルマリンの匂いってあ、嫌い。絶対ある、絶対ある。塩素酸ナトリウム発見。お、でもこれ上高すぎないか？いや、なんか、いや取ろ。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよあ、いや、普通に取れてよかった。なんか怖いな。う。よし、2つ見つけた。あ、ウォーレンから来た。どうなった？爆死したいやいや。ホラー映画のワンシーンみたい。お、あったー。ダクトテープ。いただきます。いただきますって。残る材料は1つ。材料を探した方がいいと思うな。お砂糖さん、どこ？ココーヒーマシンのところにあるはずだよね。コーヒーマシンなんかあったっけ？ここにコーヒーマシンなんてないでしょ。お、あるじゃん。あるじゃん、あるじゃん。砂糖発見。やったー。早くクロエの驚く顔が見たいな。あれ？あ、こっちから入ってきて。オッケー。真打ち登場。これ試してみよう。ドカーンとね。よっしゃ、派手に行こうぜ。火をいただけるかしら。そんなことやるの？やべえ。さあ離れて。こいつらやべえぞ。いや、今開けるのはいいんだけどさ、その後考えてる？うわ、おお、マジ最高。絶対バレるじゃん。ほら。やばい、やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。どうするよ。でもとりあえず中行こうぜ。なんかない？いや、なんもないじゃん。ちょっと待って、なんもないな。なにどうすればいいのかな。アンロックする。あ、そういうことか。絶対開けてマックスに嫌味言ってやる。もうどうなってんだよ、クソ。どうぞ上がってって。まあ、そういうことになるよね。確かに。魔法かよ。どうやって入ったんだ、教えろよ。あ、そういう友達のおかげかな。よし、早く始めよう。力に頼れるのはここまで。はあ、道理で鍵なんかかけてるわけだ。どれもこれも高そうなもんばっか。悪趣味だけどな。やばい、タイムリープ最強じゃんこれ。なんだこの鳥、ほんと趣味悪い。退学になってよかったよ。それって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってこと？ほっとけ。私は机の上の書類を当たる。この椅子ダサいけど座り心地は最高。マックス、分かってるよな。レイチェル、ケイト、ネイさん、誰でも何でもいいから手がかりを見つけよう。任せといて。ランプ。お、ケイトのファイル。ケイトのことがまとめられてる。気弱で優しくて学校では浮いてた。あとファイル2つだね。自分のファイルだ。読まなくないわけがない。
ファイルはあと一つ。きっとどこかにあるはず。レイチェルは特に問題を抱えてなかったみたい。警察の捜査についてはあまり記載がないの。これじゃ退学にした校長を責められないよ。本当に不良だ。これで全部見つけたはず。クロエに合流しよう。マックス、ちょっとこれ見てみろよ。レイチェルが麻薬を所持しているとネイサンが訴えた。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。ネイサン・プレスコット3世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイサンの本当の記録を金でもみ消したな。学業不振、教師からのクレーム、謹慎処分。私よりひどい。お金で何でも解決してきたんだ。そっちのノートを開いて。ただの落書きだろ。違う。ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中、それが永遠と。イかれてる。どういう意味なんだ。姉さんはマジでおかしい。絶対にレイチェルの失踪に関係してる。これを見て。デイビッド M はいつも聞いてくる俺の頭の中のことをデイビッド M が従うルールに俺も従う。何なの？こいつらグルなんじゃないのか。相当来てるな。デイビッドはケイトや私に絡んでただけじゃなくレイチェルにも嫌がらせしてた。ガレージにあるあいつのファイルを調べるしかないね。情報は手に入れたしさっさと帰ろう。でもその前に手土産を。この椅子はダメだからね。心を読んだのか。それとも私が椅子を盗もうとして巻き戻した。ややこしいな。親友だから考えてることくらいわかるよ。もう出た方がいいよ。調子に乗りすぎ。おっと、これは何かな。金。マジかよ、金だ。ラッキー。いや、やめた方がいい。障害者基金にしては大金だね。5000ドルある。今夜中にフランクに金を返せるぜ。これで奴の気も収まる。これ選択とか嫌だな。盗むか盗まないかとかそういう選択やめろよ。なんだよその顔。ま大丈夫さか巻き戻して独り占めする気か。説教よりはマシだけど。わー、来ちゃったか。いやでもやっぱ下人の金だから盗まない。本当に障害者基金を盗むつもり？フランクに借りがあるのは知ってるけど、いざとなれば私の力で守るから。札束にも魔力があるんだよ。でもマックスの言う通りだ。多分そうと決まったら早く行こうぜ。よかったあのお金は惜しいことをしたかも。嫌な予感がするな。一泳ぎだ。おーい。プールに誰もいない。泳ぐってこれ以上無茶する気？いろいろあったし金も諦めたんだ。フランクに殺される前に少しくらいハメ外したっていいだろう。ちょっとだけだって。そうだね、それもいいかも。いやダメだ行こうって。ダメだって。いいノリだ。だんだん染まってきたな。てかプールあったのか。本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しようぬね。るま湯って私か生徒なんだし。その力があれば怖いもんなしだって。いやそれはちょっと怖いんだよ。クロエすごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。話す。どっちにする？どっちで？まああえて今回は男子更衣室。もちろん男子。やはり変態か。温水になってっかな。
いや温水は絶対なってないでしょ。維持費すごいから多分こういうのって。プールの電気をつけてよ。ムードをい出そうやぜ。ーバレるって。いい雰囲気にしてどうするつもり？バーカ、いいから早く。いやこれもうバレたらもうアウトじゃん。いや本当につける気？広いなこのプール。広。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。コーヒーと水泳、いい組み合わせ。どういうこと？カワウソパワーだ、オッターズ。光と闇が私の思いのままに。うわー、中が光るパターンか。天井じゃなく。いやこれさ、校長とか持ってこないよね。やばいって。飛び込む気？覚悟はいい？まあいいマックス。としか言いようがないじゃん。もうこっから飛び込もうぜ。最高、お風呂みたい。お金をみすみす置いてきたことだけが心残りだけどな。まさか突っ立って見てるだけじゃないよな。ちょっと悔しかったら来いよ。子供なんだから。せーの。うわ、カワウソ発見。じゃん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 。出たよ。それは分かってても怖いんだから上手やめて。か。サメのショーとかも無理なんだから。いやーバレそうだな。大丈夫か。すげえ、夜のプールすげえ。次やったら巻き戻して水に沈めるよ。殺人鬼になる。ズルだ。ずるってそれクロエが言う？あーこれ歌入りそう。レイチェルもいればな。夜のプール気に入ったと思う。二人を合わせたかったよ。きっと会えるよ。いろいろあったけど全てつながっている気がするんだ。亡くなったケイトのためにも真相を突き止めなきゃ。その力が全てを変えたな。特にマックス自身を。臆病者でうじうじしてたのは昔の話だ。それ褒めてる？うるさい。なんていうかマックスが力そのものなんだよ。むしろ謎そのものだよ。ケイトの時も急に力を使えなくなったし、ひたすら時間を行き来してるだけ。でも何のために？私の時は使えただろう。クロエのおかげ。いやどうにかね。どうにかね。でももし失敗してたら、もしクロエもケイトも死んでいたら。大事なのはこれからどうするか。それにうちらは運命共同体だ。私なしじゃマックスは力に目覚めなかったんだから。まあそうだねと合わせよそうだね。クロエがいると自信が湧いてくるよ。私もだ。この町もマックスがいれば悪くない。本当に？もっと自信を持ちな。マックスより頭が良くて才能あるやつなんていないよ。レイチェル・アンバーでも？人をレイチェル信者みたいに言うなよ。それにマックスも男子に人気あんだろ。ウォーレンとか。う。俺これはクロエもモテるでしょ。モテるのはクロエでしょ。悪っぽくて。何言ってんだか。それに私は田舎者とは気が合わないんだ。それもそうだね。どっちにしろそれどころじゃないんだし。心配すんな。弱い自分さえ克服すれば何だってできる。クロエと一緒ならね。そんな顔すんな。ずっと一緒にいるから。いやーなんかこれもなんか伏線っぽいな。この今少し冷えてききたね。どうなんだこれは。はしゃぐつもりがおしゃべりになっちゃったからな。まあいいか。もう1年分ぐらいプールに入った気がする。でよ。そうしようか。早く出て早く出て。水から出たら凍えるかも。
塩素が体中に染み込んだ感じ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう。クロエもね。ほらやばい。激青だろこれ。もう回避できた。マジで。うわー、ちょっと待ってこれ。ちょっと待って。あっちに戻ったら確実に警備員に見つかっちゃう。ということは、まあ、こっちに行こう。やべえじゃん。行くぞ行くぞ行くぞ。周囲をしっかり調べるんだ。勘弁してよ。マジか。やばい。隠れて。早く早く。これ巻き戻したいよこれ本当に。力を使うか、どこかに隠れるか、とりあえずあるいはその両方か。どこにいた？いや隠れよう。まず隠れよう。あぶ一番奥、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 一番奥。やばいやばいやばい。隠れてるこれ。やばいやばいよ、やばいよ。いるのか？いないいない。誰かいるのか？いないですよ。オッケー。回避できてる？やばいよやばいよ。とりあえずいい加減にしろ。悪ふざけもここまでだ。大丈夫、ここにいて。本気だぞ。来るこっち。こっちで音がしたぞ。とりあえずここにいる。お？なになになに？怖いよこれマジで。ゆっくり行く？奴らが向こうに行ったんだよね。ということはこっちに行けばいいということだ。いる？大丈夫だよね。これもさすが私。逃げるよ。おお、あぶねえ。待って、逆方向。向こうから来る。別の道を探さないと。誰だよ。ふざけてるぜ。寮に戻る気かよ。見つかったらやばいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの？本気？乗って。やばいっしょ、絶対音聞こえるじゃん。ドキドキした。車でバレてんじゃんこれ。朝だ。止まったのか。自撮りする。この瞬間を忘れないように。起きたら速攻自撮りする。笑って。せーの。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。もうゴリゴリ。私、学校やこの町に貢献したいと思ってる。なのにコンテストの写真すら提出できない。拒絶されるのが怖いんだ。
拒絶を怖がってちゃ何もできないよ。提出しろって。クロエが嫌いなこの町と学校のためでも？おいおい、別に私はそういうわけじゃ。ボロクソに言ってたのはここを出たかったから。マックスがいなくなってからずっと。もしレイチェルを見つけてフランクに金を返せてもここにはいられない。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか。そろそろ学校に戻らないと。なんだよ、テストでもあるのか？毎日学校に行くことがテストみたいなものだよ。学生らしい生活に戻らないと。いやずっと寝っ転がっていて、これは。昨日の夜のせいでクタクタ。でも楽しかった。すっかり私も犯罪者の仲間入りだ。あんなの序の口だぜ。正直誰もいない夜のプールは楽しかった。プールだけで満足してもらっちゃ困るぜ。もっと上を目指さないと。でも力はよく考えて使うべきだよ。どんな反作用があるかわからない。よし、起きよう。今は何時でしょう？まず服を着ないとね。でもこれクロエの家だからね。あ、クローゼットに隠れていればデイビッドに目をつけられなかったね。でもあれダメだったじゃん。とりあえず正体はバレてない。今はね。侵入したってバレてるじゃん。今はねって。でも車でバレるじゃん。なんか嬉しい。私が見た夢の意味を本気で探ろうとしてくれてる。吸い殻。デイビッド、よく私を見逃してくれたな。着替えあるじゃん。まだ塩素の匂いが残ってる。どうすんの？私のクローゼットから何か探しなよ。携帯電話？私の写真にしてくれてるかなと思ったけど、これってまずいよ。お金を取ることに反対しなければよかった。ああ、ここはなんかやっぱり変わってくんのか。なるほどね。じゃあ開ける。ではクロエのコスプレをしようか。ほらそれ、レイチェルの服が残ってるだろ。サイズも合うはず。でも私っぽくない。贅沢言うなよ。いいから試してみな。いつだって遠足臭い T シャツと地味なデニムに巻き戻せるんだし。ひどい。シャツもデニムも好きなのに。でも試着してみるのも楽しいかも。入ればだけど。言い訳はいいよ。それ着て内なるパンクロック魂を解き放て。失うものなんてないんだから。何でもまずはやってみればいいんだって。例えば私にキスするとか。え？ほらやってみて、キス。これは難しいぞ。どうするどうするどうする？乗るかやめとくか。いやーでもな。いやでもやっぱりね、接近しちゃダメだからしましょう。マジでやった。ウォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど。違うのかバカこのじゃないの？選択。まあいいキスした時のクロエの顔、まさかって感じだったね。しなかった方がよかったのかな。どうなんだろうな。レイチェル服。いいよマックス。タトゥーとピアスを出せば立派肩なパンク破れてない娘だ。モッシュ上等、チェケラッチョ。もう変わるな結構。やっぱないわ。下行ってママに会ってきな。おい朝ごはんだ。私は寝起きの一服してから。誰にも言わないよ。そうしてくれるとありがたいよ。じゃあ下に行きましょう。じゃあ飯でも食ってくるか。すごくいい匂い。
不明不明。コールフィールドさん誰？いやここにデイビッドいるんでしょ。やだやだやだ。下行こうとりあえず。留守番電話再生していい？デイビッド、ゴーン巡査だ。知らせたいことは、人のうちの小田区の留守で車が勝手に。ゆうべブラックウェル付近で目撃した。やべえもうバレてるじゃん。やば。なんだって？もうまたかいクロエ。今度はなんだい？クロエは今でも同じシリアルを食べてる。おばさん。私も。おばさんおはよおばさんおはよレイチェル。マックス、驚いた。その服ぴったりじゃないか。まあ中身はあの子たちとは違うけどね。で、何が食べたい？う。今回はパンケーキ。う。おばさんのパンケーキが食べたいな。そうじゃないかと思ったよ。はあ、あんたもウィリアムも大好物だったからね。そうそう。山盛りの奪い合って食べてたっけ？それじゃあちょっと手伝ってくれるかい？卵とミルクを持ってきて。卵とミルク了解。まあ冷蔵庫だね。冷蔵庫。昔と同じ冷蔵庫で嬉しい。卵とミルクどこにあんの？あった。鶏より卵が先っておば冷蔵庫にさんの口癖。入れてないの？卵と牛乳って言ってたよね。牛乳どこ？あったあったあった。ミルク。ミルクを確保。オッケー。瓶。こんな朝早くから誰がビールを飲むのかな。デイビッドでしょ絶対。ありがとう。ここ数年でいろんなことがあったけど、あんたとクロエがまた仲良くなれてよかった。レイチェルが失踪してからあの子は、ああ、その服を見ると思い出すね。レイチェルはいい子だった。ロスで元気にしてるといいけど。私もそう願ってます。だけど言いたいことはわかるよ。でもいつかレイチェルがひょっこり戻ってきたり、クロエに連絡してくるんじゃないかってね、考えるのさ。レイチェルは無事かな？正直な話、レイチェルは無事だと思う？そう願ってた。願ってた？願ってるよ。レイチェルは賢いし世渡り上手で、ただ私には見せていない部分があったのかもね。クロエにも。私もクロエのことを思ってたより知らないのかも。マックスったら、あんたレイチェルに嫉妬してるの？まあそうかもね。そうかも。レイチェルは私よりずっと素敵だから。そうかい？でもクロエはあんたみたいになりたいって言ってたよ。5年間ずっとね。まさか。でも本当に5年前ってなんだかすごく昔みたいで。そんなこと言ったら私はどうなるのさ。あんたまだ18だろ？若いね。私も時間を巻き戻したいよ。そんないいものじゃないよ。さあ、みんなお待ちかねの朝食だよ。そろそろ席に着いて。うまそう。ドーナツとなんだこれは。まあここか。あーうまそう。ありがとうおばさん。でもここにいたら太っちゃうね。嫌味かしら。食べる。あ、パンケーキ食べてないな最近。食べて。あんたに会って本当にいろんなことを思い出したよ。あんたの写真には到底及ばないと思うけど。私のお気に入りの写真家もこんな写真を撮るの。デイビッドは幸せだね。あの人も私たちの幸せを願ってる。うまく表せないだけで。
やっぱレイチェルみたいにこの服着こなせないな。いつものあんたも素敵だよ。懐かしい。この写真よく覚えてる。そりゃよかった。ウィリアムがこれを撮ったんだ。結局彼の最後の写真になったけど、この後すぐに車で出かけて、そしてそうだったね。ごめん、湿っぽくなったね。そうだ、この写真をもらってくれないか。この頃のクロエは明るくて生き生きとして前向きで、どっちクロエ？今とは全然違う。本当に幸せなあの子を見たのはこの日が最後。いや、私の悪口言って盛り上がってたんだろ。自意識過剰だよ。ちょっとクロエ、朝から喧嘩を売るんじゃないよ。さっさと食べな。時間を稼ぐからガレージに行って。何をこそこそ喋ってんだい。こっちの勝手だろ。ったく、この家にプライバシーってもんはないのかよ。聞いただけじゃないか。何をそんなに怒るんだい。お手洗い借りるね。なんだよ、味方してくれないのか。まったくこの子は。いいから少し落ち着きなさい。うるせえよ。デイビッドのパソコンを調べないと絶対何か隠してるはず。パソコンをまず見る。デイビッドが調べた情報はこのパソコンの中にあるはず。パスワードがかかってる。クソ親父じゃないよね。いやいやいや、何か手がかりないかな。おっと見てはいけないものを見てしまった。新しいパスワードに使ってたりしないかな。こればっかヒント。これもいけんじゃない？使う家族、新しいパパ。もう一回。これはさ、なんかいろいろパスワードがあって、どれを使うかによって変わるの？もしや。この ID 番号は使えるかも。もうプロポーズしてるような。これがパスワードかも。お、これっぽくない？今にも走り出しそう。監視よりもこっちの方がいい趣味だよね。カバン。いいね。パスワードに使えるかも。やばい、もういっぱいあってわかんない。うわ、いっぱいある。こっち。ああ、もう何やってんの。パソコンが固まったよ。戻します。シングルショット2001。ダメ。63567。全然違う。戻します。これ1127。おっやっしゃー。私ハッカーの才能あるね。うわ、得だね。レイチェルはフランクと付き合ってたんだ。でもどうしてデイビッドが気にするの？尾行してる暇があったなら助けられたはずなのに。何これ。気持ち悪い。マックスのプロフィール。クロエに知らせなきゃ。クロエ。わーい、来ました。危ないよこれは。うまそうだな。あら、なんでこんな時間に？事件の調査で徹夜明けだ。仮眠を取りに来た。何があったの？クズどもが夜のプールに押し入ったんだ。まったくどうなってんだこの学校は。調子に乗った生徒しかいないじゃないか。目の前に生徒の仕業だって証拠はあるのかい？他に誰がいる？証拠はすぐ揃う。やべ。やっぱりここにいたか。レイチェルの服なんか着て何のつもりだ？誰の服かわかるんだ。何が言いたい？お前もクロエも偉そうな口を聞きやがって。やめてデイビッド。生徒を脅さないでちょうだい。それだけじゃない。学校に監視カメラまでつける気なんだろ。いい趣味してるぜ。やめろクロエ。それとこれは別だ。私が悪いっての。自分のことは棚に上げやがって。いいからやめろ。
黙れ。私が退学になった時負け犬呼ばわりしたよな。負け犬はどっちだよ。レイチェルとケイトのことだって調査どころか迷惑しかかけてねえだろ。でもやっぱクロエだよね、ここは。私見たんです。ケイト・マーシュが苦しんでた時、あなたは助けるどころか脅しましたよね。あなたにとって生徒は全員容疑者なんでしょ。ネイサン・プレスコット以外は。生徒も先生も誰もあなたをよく思ってない。仕事だけじゃなくて周りのことも考えたらどうですか。うるさい。お前がクロエの部屋でやったことは忘れてないぞ。それが家族や学校のみんなを監視する口実。じゃあなんでケイトとレイチェルの写真を持ってるんですか。なんだって、それは本当かいマックス。ちょっとデイビッド、なんでそんなものを持ってるんだい。一体どういうことなのさ。お前らにどうこう言われる筋合いはない。このクソガキどもが。ちょっと落ち着きなさい。お前まで逆らうのか。そうだ、女ってやつはすぐに結託しやがる。まったく冗談じゃない。デイビッド、ホテルにでも行って頭を冷やしたらどうだい。俺を追い出す気か。ここは俺の家だぞ。いいや、ここは私の家だよ。名義も私だ。他に言うことは。言っても無駄だろう。多勢に無勢だ。良い一日よ。クロエ、もういい。黙ってな。おばさん、デイビッドを責めたことで私を嫌いになったかな。いやー確かにな、これ難しいんだよな。お前の顔も見たくないし、声も聞きたくない。家族のことに口を出しやがって。あーちょっとやっちまったかもしんないな。ジョイス。マックス、自分を責めるんじゃないよ。デイビッドの自業自得なんだ。分かったね。あれクロエは。あ、いたいた。さっきは感動した。巻き戻して取り消すなよ。クロエの家を出る。